おはようございます。おはようございます。最近霞ヶ浦出没率高めの健太さんです。どうもよろしくお願いします。去年から、ここ霞ヶ浦で、僕走ったりとか、キャンプしたりとか、イベントに参加したりとか、いろいろこうねご縁があっていろいろやってるんですけども、そんな霞ヶ浦がですね、霞ヶ浦アクティビティビレッジっていう名目で名前で、要は遊べる街にしようっていうんで今すごいいろいろ頑張ってるんですよ。すでに遊べる街だとは思うんですけど、具体例で言うと例えばサイクルボールとかね、皆さんご存知の方いると思います。ここの霞市のルートなんかもね、サイクルボールのルートの一つだと思うんですけども、他にもいろんなアクティビティをやってて、それの宣伝ご紹介って感じでございます。結構ね面白いイベントがいろいろやってて、せっかくなのでね紹介しようかなという感じで4つですね、皆さんに紹介します。まず1つ目、これから行くんですけども、謎解きサイクリングというアクティビティがあります。霞ヶ浦近辺をサイクリングしながら謎を解いて秘宝を手に入れようというですね、なんともロマンのあふれるようなイベント、アクティビティになります。具体的に何するかと口で言うとすごい長くなっちゃうんで、とりあえず走りに行きます。走りながら説明します。今ね画面にポンと出てきてると思うんですけども、 LINE で、友達を登録すると問題が出題されるんですよ。でその問題に対して謎をね解いていくわけなんですけども、最初は拠点ですね、あやみさき公園辺りで謎を解いていきます。今ねつらつらーっとね出てきていると思います。謎をこう解いていくことによって次のスポットはこちらですっていう感じで、こちらで謎を解いていきましょうっていう感じで新しい問題がどんどん出題されます。で今向かっているのが古墳ですね。今向かっているのはで、古墳の問題は LINE に書いてある通り、古墳ってことはお墓なんで、すごくね大きなお墓なんですけども、問題の通り石段が何段あるかっていうですね、めちゃくちゃ面白い問題が出てます。その石の段を登ると結構ね綺麗な景色が見れるんで、ぜひ見てみてほしいんですけども、自分の足で登って123ってもうね、僕はこんな感じでちなみにね登りました。すごくねシンプルに数えましたけれども、皆さんぜひね自分の足で数えてみてください。まだまだ序盤の方でたくさん問題が出題されます。でこれが全部謎を解いていくと、最後ゴール地点で秘宝がもらえます。秘宝という名の景品みたいなものがもらえるので、ぜひねチャレンジしてみてください。とてもね面白いと思います。2、3時間3時間ぐらいあればクリアできると思います。戻ってまいりました。どこでしょう。あゆみさき公園に戻ってまいりました。こんな感じです。謎解きサイクリングって各スポットに行って謎を解いていって、最終的には秘宝が手に入るという、ロマンあふれるアクティビティになってます。でもう一つ、これからまた行くんですけども、ライドハンターズ BBQ っていうですねアクティビティを紹介します。自転車で農家さんのとこまで行って食材をゲットして、それを持って帰ってバーベキューをするっていうですね、かなり面白いアクティビティになってます。イベントに参加するとマップがゲットできますので、そのマップを頼りに気になるとか興味のある農家さんのところ、例えばレンコンだったりとかね、いろんな野菜を育ててる農家さんがあるので、そこまで行くと箱が用意されてるんですよ。宝箱みたいな用意されてるので、その宝箱から食材をゲットして、このですねじゃん、オリジナルのこのサコッシュね、ちょっと可愛いサコッシュなんですけど、このサコッシュに食材を詰め込んで持って帰ってバーベキューをするという感じになってますので、もう今日は特別にねちょっと用意してもらっているので、今からまた行ってきます。
はい、到着です。ライドハンターズ BBQ はこんな感じで農家さんがわざわざ宝箱を用意してくれてます。はい。で、目印はこのね旗なので多分間違えることはないと思います。ここはねレンコンを作ってる農家さんなんですけども、こんな感じでねいい感じの宝箱が用意されてます。で、参加者の方はこういったね鍵が用意されてるので、これを使ってパカッと鍵を解除するとね、ゼルダ風でいくとチャラリラ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 チャ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 ーって感じですね食材がね入ってます。地元の食材が入っているので、今回ね撮影のために特別に用意してもらったんですけども、本番もこんな感じでね入っていて、立派なレンコンが手に入ります。このレンコンをこのね限定のサコッシュにこう詰め込んで、次の農家さんのとこ行ってまた次の食材を手に入れてこう集めていって、最終的には戻るっていう形になります。はい。今日は特別にもう一箇所ちょっとね場所用意していただいたので、そこを行ってみたいと思います。はい、お待たせしました。そこです。よいしょ。はーい、タタタタ。こちらの農家さんでは、ネギとか人参、あとこちらカブですね。珍しいカブだそうです。はい、今ねあちらでトラクター動かしてくれてる農家さんが作ってくれたお野菜になります。さっきは話しましたけど、すごいね気さくで優しいいい方でした。はい、これもこのサコッシュに入れちゃいます。はい、これらを持って一回拠点に戻ります。でもう一つは今回初の試みですね。ラジオサイクリングって言います。はい、これ何かというと、すごい大変恐縮すぎるんですけども、僕が、皆さんと一緒にラジオ形式で霞ヶ浦の観光スポットや歴史的なねスポットを巡って紹介するというですね、そんなようなアクティビティになっています。ツールドっていうアプリを使っていくんですけども、皆さんこんにちは。この度霞ヶ浦でラジオサイクリングということでですね、音声のみナレーションというんでしょうか、担当させていただきます健太さんです。普段僕は YouTube で映像でそれを紹介してることが多いので、なんか音声だけで紹介するってすごいな。これがすごく見どころなんでぜひ見ててくださいとか、ご飯スポットもあります。どこどこの特産物を使っててすっごく美味しいですとかなんかそういうすごいこうラジオ形式で音声を聞きながら霞ヶ浦の歴史とか観光スポットについて知ることができる、そんなようなアクティビティがラジオサイクリングになってます。はい、そのうちねなんかね有名な声優さんとかがやってくれたらね、僕よりも全然需要はあるとは思うんですけども、今回は、僕が初めてということで、やらせていただきました。はい、ぜひねラジオサイクリングで疑似的ですけど一緒に走れたら、一緒にスポットを巡れたらなと思ってます。はい、どういうスタンドか並べる過酷な環境でも生きていけるんだはい、ということでちょっとね、先ほど農家さんからゲットしてきたお野菜と、今回ね撮影のために持ち込んだ食材を今バーベキュースタイルで焼いてます。ありがとうございます。このレンコンですね。はい、こんな具合で寄せ鍋スタイルですね。ライドハンターズ BBQ っていうのはバーベキューとかコンロを用意してくれているので、地元の食材をゲットし、それを料理して食べるっていうですね、一連の流れができちゃうっていうですね、とても楽しいアクティビティになってます。はい、これは茨城県産の高級な焼き芋ですよ。こんな感じで焼き芋なんかもできます。はい、霞ヶ浦が、めちゃくちゃ遊べる街を作りたいと、遊べる街を作るぞっていうことで、いろんなアクティビティを
今立ち上げて頑張ってます。でその中の、いくつかちょっと紹介させていただきました。ライドハンターズ BBQ 今やってます。ラジオサイクリング、謎解きサイクリングでカスイチって感じでですね、4つのねアクティビティ紹介しました。自転車ととても相性がいいと思うので遊びに来てください。下の概要欄にイベントのリンク、アクティビティのリンクとか全部貼っておきますので、詳しい概要とかはそちらから見てみてください。ということで、今回の動画は以上です。ちょっとした告知とか宣伝動画になったんですけども、少しでもね興味を持ってもらえれば幸いです。ではでは、ケンさんでした。ちょっと寒いんでね上着持ってきちゃいましたけども、はい、また次回の動画をお楽しみに。さよなら。